今日は豚ニラもやし炒めを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、豚ニラもやし炒めを作っていきたいと思います。豚肉に関しましては今回ひき肉を使っていくんですが、お肉がゴロッとした食べ応えのある仕上がりにしていきたいと思います。さらにお野菜がシャキッとした仕上がりになる方法もご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに味付け調味料以外の材料をご紹介します。材料はこちらです。ニラ、もやし、豚ひき肉、唐辛子、おろしにんにく、おろし生姜、サラダ油、こちらの材料を使って作っていきます。まずもやしの量なんですが、こちら1袋もやし 200g を使っていきます。そしてニラですね、ニラは 50g で2分の1束になります。そしてひき肉なんですが、こちらはお好みで豚バラ肉を使っていただいても OK です。そしておろしにんにくとおろし生姜なんですが、今回は手軽にチューブタイプを使用していきます。こちらはお好みでもちろんね、生のものを刻んで入れていただいても OK です。そして油に関しましてはサラダ油を使いますが、こちらはお好みの油で作ってみてください。それでは続いて味付けの調味料の材料をご紹介します。材料はこちらです。お醤油、みりん、お酒、オイスターソース、鶏ガラスープの素、お砂糖、塩コショウ、こちらの材料を使って作っていきます。こちらね、とてもベーシックな材料で、どれもね、お家にあるような手軽な材料で作ることができます。お酒に関しましては料理酒ではなくて清酒を使っていきます。料理酒はですね、塩分が入ったものになります。なので今回は清酒を使っていきますが、もし料理酒を使う場合は少しね、塩味が強くなるので、塩コショウの量をね、少し減らしていただくか、お好みでね、味付けしていただくといいかなと思います。ということで、こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずこちらのもやしを水洗いしてください。そして水洗いしたらペーパーで水分を拭き取ります。そしてこのままね、水切りしておいてください。水分がついたままだとね、ちょっと油跳ねしやすいので、しっかりね、水分は拭き取りましょう。続いてニラを切っていきます。ニラもですね、水洗いして、そして水分を拭き取ってください。そしたらまず根元をね、切り落とします。そしてだいたい4センチ幅ぐらいで切っていきましょう。ニラの準備はこれで OK です。それでは続いて唐辛子です。まずこちらは半分に切ります。そしてこの種をね、取り除いてください。取り除いたらこのね、唐辛子をみじん切りにしていきます。粗めのみじん切りで OK です。はい、このように切ってください。それではね、続いて炒めていきます。まずフライパンにサラダ油です。そして火にかけましょう。で、一度ね、油を全体に広げます。火加減は中火です。30秒ほど一度油を温めてください。はい、で30秒ほど温めたら、まずここに豚ひき肉をそのまま入れてください。続いてここに生姜と、あとはニンニクを入れます。直接ね、油の中にこのチューブタイプのおろし生姜とおろしニンニクを入れると結構ね、パチパチ跳ねてくるので、このチューブタイプを使う場合はひき肉を入れた後に入れてください。もし生のものを使う場合はひき肉を入れる前に生姜とニンニクを香りが出てくるぐらいまで炒めてください。そしたら一度ね、こんな感じで軽く混ぜてください。ニンニクと、あとは生姜をひき肉と混ぜていきます。ちょっとね、こうヘラで押さえつけるイメージで混ぜてってください。でちょっとね、お肉を固めます。こんな感じでまとめてください。一度このまま焼いていきます。そうすることでお肉の塊ができて食べ応えのある仕上がりになります。このままね、焼き色がつくまで火加減中火で焼いていきます。はい、で少しね、焼き色がついてきたぐらいで裏返します。この時もこうほぐさずに裏返すイメージですね。またちょっと軽く押さえつけて焼きます。で大体8割から9割ぐらい火が通ったら、今ね、結構油が出てるので少し余分な油を拭き取ります。
あんまりね拭き取りすぎないようにしてください。このぐらい油が残るイメージですね。このぐらいになったら調味料を入れていきます。まずお砂糖です。で混ぜていただいて、続いてみりんとあとはお酒を入れます。これで一度ねなじませます。最初に甘み系の調味料で味付けしてください。醤油と一緒に入れちゃうとこの甘みがねお肉の中に入っていかないので、ちょっとねコクがなくなる感じになります。なので一番初めにお酒とあとはこのように甘み系の調味料を加えてください。でだいたい30秒ほどなじませたら、ここに鶏ガラスープの素、オイスターソース、そして醤油を加えます。これで炒めましょう。火加減はそのまま中火で OK です。このように塊でねお肉を焼くことでこんな感じでゴロゴロっとした感じに仕上がるので、とてもね食べ応えのある美味しい炒め物になります。1分ぐらいですね炒めていただいて、お肉にねしっかり調味料がなじめば OK です。そしたら最後ですね、ここにもやしとあとはニラ、そして唐辛子で、あとは塩コショウを振ります。で入れたら火加減強火にします。そしてさっと炒めていきます。であんまりね炒めすぎるともやしのシャキシャキ感もなくなるので、手早くね強火で炒めてください。水分をね飛ばしながらさっと炒めましょう。もやしに8割ぐらい火が通れば完成です。あとは余熱でねもやしに火入れしていきます。ここでね一度味見をしていただいて、塩コショウで味を整えてください。それではお皿に盛り付けたいと思います。はい、これで豚ニラもやし炒めの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにねもやしとニラがシャキッとした食感に仕上がってます。お肉もねこのようにゴロッとした感じでとても食べ応えのある仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。ニラともやしがシャキシャキです。そしてこの味付けも最高ですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の豚ニラもやしのポイントです。まず調味料の生姜とニンニクに関しましては、今回は手軽にチューブタイプのものを使用してます。もしね生のものがある場合はこちらは刻んでね入れていただくとより香り高くて美味しく仕上がると思います。こちらはお好みでやってみてください。そして炒める時なんですが、まず初めにひき肉を加えて、その後に生姜とニンニクを加えてください。油の中に直接チューブタイプのおろしニンニクとおろし生姜を加えると結構ねパチパチ跳ねやすいので、それを防ぐためにお肉の後に加えるようにしてください。炒めてる時もね少し油跳ねする場合もありますので、やけどには注意しながら炒めるようにしてください。そしてひき肉の炒め方なんですが、大体で大丈夫なのでひとまとめにして、その後ねお肉を焼き付けるように一度焼いてみてください。そうすることでお肉の塊ができてとても食べ応えのある仕上がりになります。あとはね野菜を入れて炒めるだけなんですが、野菜を加えたら強火でさっと炒めるようにしてください。そうすることで野菜がシャキッとした仕上がりになります。あとはお好みで塩コショウで味を整えて召し上がってください。今回はですねひき肉を使ったんですが、お好みで豚バラや別の部位のお肉を使っていただいても OK です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は豚ニラもやしを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。